ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田政権が韓国に対して行う外交政策において、明らかに愚かな決断をしようとしているかもしれない、そういった話題を取り上げようと思います。日本は韓国に対して輸出規制をしっかりとしなさいという問題提起として、輸出管理規制を適正化するために優遇国指定というものを取り消している状態です。これを以前の制度においてはホワイト国指定という形で行っており、このホワイト国指定は現在のところ解除された状態です。しかし、安倍政権、菅政権と引き継いできたこの政策について、岸田政権が政策変更を行い、韓国のホワイト国指定を復活させるかもしれないという報道が出ています。今回はこのことについて解説していきましょう。まずは産経新聞がこれを取り上げているので、記事をご紹介します。産経新聞の独自記事、韓国のホワイト国復帰検討、徴用工見極め判断。政府は韓国を輸出管理で優遇するホワイト国、優遇対象国に再指定し、対韓輸出管理を緩和する方向で検討していることが分かった。日本を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、韓国のユン政権が関係改善を模索していることを踏まえた。いわゆる徴用工訴訟問題をめぐる韓国の解決策も見極めた上で、再指定の可否を慎重に判断する。複数の政府関係者が27日明らかにした。対韓輸出管理をめぐっては、当時の安倍晋三政権が令和元年8月、徴用工問題をめぐり、ムン・ジェイン政権が具体的な対応を示さないことへの事実上の対抗措置として、韓国をホワイト国から除外、半導体材料3品目の輸出管理も厳格化した。韓国は輸出管理措置の解除を求めてきたが、日本は韓国の輸出管理体制の不備などを理由に応じてこなかった。しかし、昨年5月に発足したユン政権は、徴用工問題解決に向けた具体的な検討に着手するなど、日本との関係改善に取り組んできた。韓国側がホワイト国への復帰を日本に求めてきた経緯もあり、政府は輸出管理緩和に向けた検討を始めた。一方、徴用工問題の解決策をめぐっては、韓国外務省が今月12日の公開討論会で、日本企業の賠償支払いを韓国の財団が肩代わりする案を公表。原告側が要求してきた日本企業による謝罪や財団への資金拠出などは条件として明示しなかった。この解決案には、原告側が反発の声を強め、16日の日韓局長協議で、韓国側は国内の情勢を伝えた上で、日本の誠意ある呼応が必要との考えを示した。日本側に韓国世論への理解を求める形だが、日本は昭和40年、1965年の日韓請求権協定で、徴用工問題は解決済みとの立場だ。30日にはソウルで日韓局長協議が開かれる予定で、日本側は改めてこうした考えを伝える見通しだ。ホワイト国という用語についての解説。日本企業が軍事転用可能な先端材料や電子部品を輸出する際、手続きの簡略化など安全保障上の輸出管理において日本政府が優遇措置を取っている国。現在は輸出管理上の国別カテゴリーを A から D の4グループに分類し、ホワイト国にあたるグループ A はアメリカやイギリスなど26カ国、韓国は南アフリカやバルト三国が含まれるグループ B に分類されている。産経新聞のこの記事に対する反応として自民党の佐藤議員の言葉を見てみましょう。これは実態が分かっていない記事、違う。韓国のホワイト国復帰検討、徴用工見極め判断という記事。そもそも輸出管理問題は韓国側が WTO への提訴を取り下げないと何も始まらないし、ホワイト国復帰とレジスト等3品目規制とは別で協議に時間が必要。まずは韓国による労働者問題解決が先としています。自民党の佐藤議員はこの記事について問題があるという話をしていますが、そのまさに問題あることをしようとしていると私はこの記事を読んで思いました。というのも、自民党の外交部会でたとえ韓国に対してこのまま政策を維持すべきだという話が進んでいたとしても、実際に政権ではさあ政策転換をしようと動き出しているからこそ、こうした記事が出ているのだと私は受け止めるからです。少なくとも産経新聞の記者は何かしらの動きがなければ、今政府でこんな検討が始まっているよと記事にはしなかったでしょう。そのような動きが出ている理由というのはまさに安倍政権、菅政権で行ってきた対韓国外交をひっくり返そうとする勢力があることを意味しているはずです。安倍政権、菅政権のやってきた韓国外交というのは基本的には、まずは問題は韓国国内の話であり、
その話に日本を巻き込まないでくれというところです。プラスアルファとして輸出規制問題というのは、日本から購入している物品などが軍事転用される危険性があり、それらが無秩序にもしくは意図的に北朝鮮やイランなどにわたって兵器製造や兵器使用に組み込まれているかもしれない、そのような問題が指摘されているわけです。だからこそ輸出管理規制を韓国国内においてしっかりと行ってください。それができないんであれば、日本から輸出する際には様々な書類を揃えてくださいといった別に難しい話をしているわけではないのです。だからこそ以前の制度でいうところのホワイト国指定を取り消して現在は輸出管理規制の適正化を行っているわけです。しかもこの問題非常に大事なのは別に徴用工問題と絡めるのは韓国側の話であり、これを日本側があたかもそれらが連動して動いているかのようにして報じるのもまたそのようにして政府が動くのも間違った動きです。しかもその話のさらに前を言うと、そもそも論として韓国側が徴用工問題で動きがあったと言ったとしても、実際にはまだ何も動いてはいません。あくまでも話があったねという段階であって、それに対して日本政府が、さあ、韓国側で何か話が出たから、早速海賊指定を検討しようと動き出すこと、それ自体も大きな間違いです。これは明らかに韓国側に間違ったメッセージを発することとなります。結局のところ日本政府は韓国側が何か改善しなかったとしても、時間さえ経てば勝手に折れてくれるなんてバカな奴らだと非常に悪いメッセージを韓国側に与えてしまいます。そしてこのような間違った外交政策というのは、それこそ安倍政権以前からずっと何度となく繰り返されてきた日本外交の最悪の形です。じっくりと腰を据えて韓国側と話をして、韓国側に問題があるのであれば、日本政府はその問題解決をじっと待っていればいいのに、結局のところ日本側がなぜか折れて韓国側にとって有利な話で話をまとめてしまう。これは本当に悪い癖です。せっかくそれを安倍政権、菅政権がしっかりと一度せき止める形で韓国外交をストップさせたというのに、岸田政権がまたまた日本外交の悪いところを復活させてしまおうとしている。私にはそのように感じました。なお、この記事で書かれているようにまだ決定はしていないという話で、検討を始めますよという段階だけです。しかし、検討を始めてしまうということ、それ自体がもはや間違ったことであり、検討を始めるということは結局のところ、いずれ緩和に向けて動き出すというサインを送っていることに他なりません。ですから、どのように転ぼうとしても、結局のところ政策転換として悪い選択肢を選んだことは間違いないのです。徴用工問題はまず徴用工問題だけで単独で考えて、韓国側でしっかりと話がまとまって日本政府や日本企業を関わらせない韓国の国内問題として韓国政府が取り組めば良い話であって、他の問題と絡める話ではありません。あくまでもそれはそれとして単体として解決するのを待てば良いだけです。輸出管理の適正化についていても、それもまた別の話として、個別の話としてちゃんと韓国国内の問題として法律や取締機関や監視するための政府の取り組みなどを韓国側が出せば良い話であって、日本は韓国側がそのような改善措置を取らないのであれば、別にずっと輸出管理規制を適正化したままで良いのです。問題は一つ一つそれぞれ単独で存在するものであり、それらについてまず一つ一つ解決していくのは別に日本の話ではなく韓国の話なのです。この大原則を守らないと今回のように特に何か動いたわけでもないのに勝手に日本側の方が韓国にとって都合の良い動きをしてしまうというのは本当に最悪の決断だと思います。また一方で韓国国内の問題として片付けるべき問題と同時に日本政府の側から引き続き韓国側に対して改善を求めなければならない問題というのも存在します。例えば自衛隊機に対するレーザー照射事件などというのは岸田政権になってからちゃんと韓国に問題提起をしているのかかなり怪しい部分があります。また竹島を韓国が軍事占領している問題に対しても取り組んでいるかどうか、こちらもまた怪しい問題であり、安倍政権、菅政権が行ってきた政策というものを少しずつ時間をかけて韓国にとって都合のいいように緩めていくのではないか、そのような懸念がふつふつと湧き出てくるような今回の記事だったと思います。皆さんは今回産経新聞が報じた韓国に対する輸出管理適正化に政策変更の判断を行うかもしれないという記事、
どう思われたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。